おかわり欲しいね。いやーもう刺激たっぷりですよ。いやこれはちょっと藤波さんとタッグを組んで対戦相手がまあ昨日に続きタイガーさん今日なんかコスチューム特別っぽかったし、で小島さん、岡田選手、棚橋さん、これ俺らの人生どないなってんのこれ。いやバグだよ、人生のバグプラスの、こんなことまあでも T ががっちり最後、岡田さんに連盟会行かれたから、まあこれもね一発いただいておかないと世界最高峰っていうのは分からんから、まあリンダマンはまだねデスペラード選手とも残ってるし、これからおかわりやっぱりもらわんと、ちょっと T は今喋らないかも分からんけど、おかわりもらわなあかんやろこれ。いやもう間違いないですね。もう最初から途中までもうファンの気分だったんですけど、やっぱ T ホークと小島選手の熱いチョップの打ち合い見て、いやこれ勝負だなと、俺たちこういうところで勝負していかなきゃいけないんだな。いやもうサイズはもう完璧に我々ちっちゃいけど、やっぱり名前の通り、ストロングハーツ、これでいくしかないやんか。もうハートだけでグレートするかせんかでそうですよ、勝負かけようや。我々単純やから、まあちょっと T が今こういう状態やけど、我々ストロングハーツは必ず新日本プロレスおかわりお願いします。こっちゃんです。はい、ありがとうございました。武道館では組んだ岡田選手、棚橋選手、戦ってみてどのような感じやですか？っぱ戦うと違うね。まあこの前パートナーだったパート、その時はもうすでにもう戦いモードいつかこれやるという部分で自分の気持ちの中あったけどね、いざ肌を合わせてみてやっぱり結構重いね。自分がやっぱねちょっと安定感が弱いのかもしれないけどね、やっぱしっかりとこっちがちょっとテンポが合わなかったんじゃない。でもしっかりとほんのわずかな時間だけどね体感できたから、次は楽しみだね。まだまだちょっとやってみたくなるね、これからね。他にも小島選手とかタイガーマスク、そうだ、今日だから小島と俺は足持っただけかもう意識は田無と岡田に行ってたんでね、いや、やってみたい。なんかもう一回ね、これ今日はタグだからね、6人4人8人タグか、これタグだともっとなんか手応えがあるのかなっていう、感じがするんだけどね。まあ見た目よりも田無とはね前にやってるあれはあったんだけど、じゃあ実際やっぱり数年も経ってるし、やっぱ安定感があるね。楽しみ。次がこっちがどんどんなんか彼らによって若返らせるさせられるようなね。次はまだ言わない。シングルと言わないね、お客高々に言いたいところだけど、まだちょっと置いてみましょう。やっぱり藤波さんにとって新日本のリングっていうのは特別なもんですか？そうですね、やっぱり育ったところだし、まあそれとまあ時期がねこう時間的にちょっとこう間空きましたけどね、やっぱりいつにこの新日本リング立ってもやっぱり新日本リングっていうのはなんとなくなんていうのか心地いいね。いい緊張感。そうだね、いい緊張感だね。また50年は続きます。50周年は。あと50年ちょっと勘弁してくれよ。でも50年はいかないけどね。でも俺生涯現役って思ってやってるからね。とにかくそれなりにもう一回自分の納得する試合をねなんかやってみたいね。そのためにはちょっとね。でもよくまだでも自分のコンディションがねここまでヘルニアから復帰して立って歩けなかったんだからね。それがここまでこうもうちょっと足が今度立って走れるようになったらね、ロープワークできるようになったらちょっとみんな今度は引いちゃうかな、年齢的にちょっとみんなあれやったらもんじゃないとか言って。岡田選手から、昔藤波さんが得意としてましたショートレンジの至近距離からドロップキックを浴びてましたけども。いやもう見てるのは前もう見た気が付いたら足がここにあったからね。俺もやってたんだよね。なんかジュニア時代の藤波さんを思い出しました。
そうだから俺も今日ねちょっと飛んでみようかなとは思ったんだけどね、ジャンプ力がちょっともうちょっとタイガーマスクの課題だね。タイガーマスクのトップも受けてましたし、そうやられたし、ドロップイックはかまされるし、昔の俺のなんか先輩特許が全部取られた。頑張ります。はい、でもいざこう肌を合わせてみるとね、なんか次になんかこう自分が燃えるものがね、湧いてきたっていうか、そういう分では良かったね。はい。まあこうやってね藤波さんと戦うこともできて、まあいい思い出っていうよりもね、レスラーとして昔を感じることができるっていうのはね、また成長できたんじゃないかなと思います。まあ昨日負けましたけども、まあ、プラスに捉えて昨日の負けがあったからこそこうやってね藤波さんと戦えてまた成長できた部分っていうのはあると思うので、よかったと思います。まあ、そしてね、まあ、グレートの選手、まあ、素晴らしい選手、まあ、今日の、ね、戦いを見てびっくりした新日本プロレスのファンの人たちもいると思いますし、まあ、ああやってね他団体のレベルが高くなってくれば僕たちも負けてられないですから、まあ、どんどん、まあ、僕に限らず他の選手のレベルも上がってくるんじゃないかと思いますので、またそうやって、刺激をもらって切磋琢磨し合って新日本プロレスを盛り上げていけたらいいなと思います。そして次はもうね決勝戦なんで、まあ優勝して終わりってことはないでしょう。これかけてねまた戦うことになると思うんでね、まあそれは絶対あることだと思いますんで、まあチャンピオンとして次の試合見させてもらって、またその先の未来に、しっかりと待って目標に向かってやっていきたいと思います。今日はまあこういうのようなね初代のタイガーマスクの佐山さんの格好でやらせていただいて、まあ相手も藤波さんがいるということでね、まあ勝手に僕だけかもしれないですけどね、すごく感慨深かったなと思います。であと最後にやはり藤波さんにトペを放てたっていうのはね、なんだろう下克上みたいなねドラゴンロケットじゃないけども、まあ、そういうのもできたということで、まあ、ファンの方も喜んでくれたし、今日のカードすごく喜んでくれたと思うんですよね。今年50周年ということでね、やはり今日のこの大阪城もそうですけど、各地方大きい大会ありますよね。福岡ドームもそうだけど、そういうところでやはりこういう感じでスペシャルマッチってあったら面白いんじゃないかなって今日やってて思いました。やはり今のこの流れ、新日本プロレスの流れ当然大事なんですけども、やはり50周年という部分ではこういうなんだろうノスタルジックというか、こういう試合もあっていいんじゃないかなって思いました。はい、ちょっと会社に提案したいなと思います。今日やって楽しかったです。ありがとうございました。トペははい藤波さんに狙ってました。藤波さん狙ってました。多分シーマがね横で藤波さんをこう押そうとするのか、なんかこう逃げさせようとしたのかもしれないけど、今日ちょっと僕自身持ってるスピードちょっと速くいったんでね、藤波さんに当たりましたけど良かったです。はい、ありがとうございました。ちょっと冷静じゃいられないっていうというのもね、最後リングでねノーサイドになってさあ、ありがとうございますって握手したんですよ。そしたら話、次はシングルな、まあリップサービスっていう部分もねもう大いにありますけども、よし、ニュージャパンカップ悔しい結果になったけども、最後の最後最終戦で気持ちを前に向けるというかテンション上がる出来事だったんでね、これをまた次のシリーズのエネルギーにねしていきます。よし、あと去年年末開催のコンクルーソが延期になってるから、今日いいの見つけたから、エル・リンダマンちょっとコンクルーソ翔平選手、日本武道館の時には組んだ藤波辰巳選手、はい、今回戦ってみて改めて凄さとか、はい、変わってない部分変わっている部分、はい、どのように感じられました？もうなんだろう、うまく言葉じゃ言い表せないですけど、
もうなんか熟成されたワインのような。僕あんまりワイン飲まないですけど、とにかくすごかったです。俺みたいな選手は今日の対戦相手の若くてとても元気のいい選手のエネルギーを全部もらってまた少しずつ成長していく。この年になってもこのキャリアになってもまだそうやって若くて元気のいい選手からたくさんのエネルギーをもらってまだこうやって生きていると思ったら藤波さんみたいなすごい人がいた。俺よりもキャリア20年も上だぞ。キャリア20年も上の人が今日あんなに元気いっぱいにやってた。もうそれだけで俺はもうお腹いっぱいだよ。自分自身また生きるエネルギーをもらいました。ストロングハーツ、そして藤波辰巳、ダブルのエネルギーをもらってまた小島聡は大きくなりました。ありがとうございました。